こんにちは。もし毎日やらなきゃいけないことが週に1回で済むようになったら、皆さんの生活ってどう変わると思いますか？今回は2型糖尿病の治療をガラッと変えるかもしれない、そんな新しいインスリンの話をしていきます。そう、毎日繰り返されてきたちょっと大変な作業がもし週1回で良くなったら、これもうただの夢物語じゃないんですよ。今回のテーマのまさに中心、現実に近づいているそんな問いかけなんです。ではまず、今の状況から見ていきましょうか。多くの2型糖尿病の患者さんが日々どんな治療と向き合っているのか、その日常に少しだけ目を向けてみたいと思います。2型糖尿病と診断されたからといって、すぐに全員がインスリンを使うってわけじゃないんですよね。でもこのグラフを見てください。だいたい 7% から 15% の方がインスリン療法を受けていて、しかもその数はこれからもっと増えるだろうって言われてるんです。これって何百万人もの人たちの血糖値をコントロールして合併症を防ぐための本当に大事な、命なみたいなものなんですよね。インスリン治療を始めるって聞くと、薬が一つ増えるだけでしょって思うかもしれないですけど、全然そんなことないんです。食事とか旅行とか日々の楽しみってありますよね。そういう自由な時間にきっちり時間管理して注射しなきゃいけないっていう新しいルールが加わるわけです。これって生活のリズムそのものが変わっちゃうくらい本当に大きな決断なんですよ。この差、ちょっと見てみてください。左側が今までのやり方ですね。毎日注射しなきゃいけないから日々の計画も大変だし、何回も針を使います。いわゆる治療の負担ってやつです。それに対して右側がこれから出てくる可能性です。週に1回の注射で済むなら、もっと自由で、もっとシンプルな毎日が送れるかもしれない。このギャップを埋めることこそが、新しい治療法が目指しているゴールなんです。さて、じゃあ科学者たちがこの日常をどう変えようとしているのか。彼らが開発したまさに画期的ともいえる解決策、いよいよ見ていきましょう。はい、今回の物語の主役がこちらです。インスリンエフシトラ。これ一体何なのかっていうと、インスリンの構造をですね、ほんの少しだけ変えることで、体の中でこうゆっくりと、そして長く効果が続くように設計された新しいタイプのインスリンなんですね。その目的はただ一つ、週に1回の注射で血糖コントロールを可能にするということです。でもなんでこんな薬が必要なんでしょうか。その目的はすごくはっきりしてるんです。治療の安全性とか効果、こういう一番大事なところは絶対に妥協しない。その上で患者さんが感じる負担、この重荷だけを軽くしてあげる。つまり治療をもっとシンプルにすること、それがゴールなんですね。さて、ここからはですね、どんな新しい薬でも必ず通らなきゃいけない道があります。そう、臨床試験です。本当に効果があるのか安全なのかっていうのを科学的にきっちり証明する段階ですね。これを見ていきましょう。研究者たちが自分たちに投げかけた問いっていうのがまさにこれだったんです。効果を落としたり安全性の問題を起こしたりせずに、インスリン治療をもっとシンプルにすることって本当にできるんだろうかと、このすごく大事な問いに答えるために QWINT1 っていう名前の大規模な臨床試験がスタートしたわけです。じゃあその試験って具体的にどうやったんでしょうか。この図がすごくわかりやすいですね。まず、今までインスリンを使ったことがない患者さんに集まってもらいます。で、2つのグループに分けるんですね。片方のグループには週1回の新しいインスリンエフシトラを、もう片方には今までの標準的な治療である毎日のインスリンを使ってもらう。そして丸1年間、52週間にわたって両方のグループで血糖コントロールがどう変わるのかをじっくり比較したというわけなんです。さあ、お待たせしました。いよいよこの大規模な検証の結果です。そしてそこから見えてきた大事な注意点、いわば評決ですね。一緒に見ていきましょう。で、その結果はどうだったのか。これがですね、非常に有望なものだったんです。週1回のエフシトラは過去1から2ヶ月の血糖値の平均を表すヘモグロビン A1C、この数値を下げる効果が毎日注射する今までの標準的なインスリンと同等だった。つまり効果は変わらなかったということが示されたんです。ただ、この素晴らしい結果の一方で、科学の世界では冷静に研究の限界、
つまり注意点も見ておく必要があるんです。例えばこの試験、誰がどの薬を使っているかお互いに分かっちゃう非盲検っていうやり方だったんですね。そうすると、やっぱり思い込みみたいな影響が入っちゃう可能性もゼロではないんです。あとはもっと細かい血糖値の動きを見るための持続血糖測定っていうのも今回は使われていませんでした。こういう点は結果を鵜呑みにしないで慎重に考えるためのすごく大事なポイントになります。じゃあ、これらの結果が一人の患者さんだけじゃなくて、糖尿病治療全体の未来にとって一体どういう意味を持つんでしょうか。ちょっと広い視点で考えてみましょう。実はこの F シトラ、この分野でたった一人の挑戦者っていうわけじゃないんです。ライバルがいるんですね。例えば、同じように週1回を目指すイコデクっていう別のインスリンも開発中です。さらに言うと、インスリンとはまた違う仕組みで血糖を下げて、しかも体重を減らす効果も期待できる GLP-1 受容体作動薬っていう、もうすでに広く使われている強力な薬もあります。つまり、新しい薬が生き残っていくための競争っていうのはめちゃくちゃ激しいんです。そしてですね、どんなに有望な薬ができたとしても、それが実際に患者さんの手元に届くまでには、まだまだいくつもハードルがあるんですよね。まずは、国から正式な承認をもらわないといけない。次に、薬の値段がいくらになるのか、保険は使えるのかっていうお金の問題。そして最終的に、どれだけのお医者さんや患者さんが、よし、この新しい治療法を使ってみようって選んでくれるか。まだまだ長い道のりが待ってるわけです。でも、それでもです。この一連の研究が私たちに見せてくれる一番大きな希望。それは、治療に伴う負担っていう、高くて分厚い壁を打ち壊してくれるかもしれないってことなんです。今まで治療を始めるのにちょっとためらっていた人とか、続けるのが大変だったっていう人たちのその障壁を取り払って、もっと多くの人が効果的な治療を受けられる、そんな未来を作ることにつながるかもしれないんです。毎日の注射が週に一度になる。治療の選択肢がもっと広がる。そうなれば、患者さんの生活の質ってきっともっともっと良くなるはずですよね。注射の回数は減って選べる道は増える。これこそが糖尿病治療の未来の姿なんでしょうか。この問いの答えは、もしかしたらこれから私たち自身が見つけていくことになるのかもしれないですね。